皆様こんにちは。リーダーシップ道場へようこそ。今日はエピソード5です。これまでリーダーとは誰であるかとか、リーダーシップの定義などについて考えてきたんですが、今日は私たちがどのようなこの見えない風景の中で暮らしているかということ、そして特に日本においてちょっと気をつけなければならない視点があると思うので、それについてお話をしたいと思います。少し衝撃的な私の人生の中の出来事から始めたいと思います。私が初めて日本に来たのは昭和59年、1984年、高校留学生として栃木県宇都宮市に1年過ごしておりました。その時に日本のホストファミリーにお世話になって、今もずっとお付き合いがあるんですが、その時の日本の私のファミリーと言いましょうか、親戚の中に一人、それから20年経ってのことですけれども、自殺をしてしまったとても仲のいい人がいました。彼は何が問題だったかというと、日本の敷かれたレール、自分がこうでなければならない、こういう仕事をしなければならないという、その暗黙のルールに彼は自分としての折り合いがつけられずにずっと苦しんでいました。そして最後は自死という究極の選択を取ってしまいました。私にとって本当に大きな衝撃でしたけれども、彼がそこで経験したのは今日のテーマとつながっています。これは私が考えた言葉ではないんですが、マレーシアにマインドバレーという自己啓発の会社があるんですが、その創業者、ヴィシェン・ラキアニさんは、自然の景色を、ランドスケープというのと同じように、私たちは文化の景色、彼はこれをカルチャースケープと言っていますが、あるカルチャースケープの中で暮らしていると言います。見えざる影響力、先生から教わるもの、先代から教わるもの、親に言われるもの、暗黙知として我々影響を受けるもの、この相対を彼はカルチャースケープと言っておりました。非常にわかりやすい概念だなと思っておりました。私のその自殺をしてしまった親戚は、日本のカルチャースケープの中でとても苦しんでいました。どの国にも、どの文化にも、このカルチャースケープがありますし、私たちは自己と、このカルチャースケープとの建設的な折り合いをつけながら生きていかなければなりませんが、こと日本になると注意点が必要です。なぜなら日本は社会規範が非常にある意味個人の行動をきつく規定する国であるからです。私は大学で文化人類学を専攻していました。その中で大きく分けて、世界の文化や国を2つに分類したりします。片方はタイトカルチャー。もう一方はルースカルチャー。タイトは何がタイトかというと、社会規範がきつめ。社会規範がかなりのところまで個人の行動を規定するような国や文化です。ルースカルチャーは反対に子が立って勝手に振る舞うような、国や文化になります。皆様もお分かりのように、日本は典型的なタイトカルチャーの国です。文脈がものを言うハイコンテクストカルチャーとも言います。あうんの呼吸とか、空気を読まなきゃいけないとか、至るところに日本では我々は経験をしたりします。これは良し悪しではありませんけれども、その中で、己とは何であるか、自分がどう生きたいか、このカルチャースケープの中でどう取捨選択をするかということがすごく個々人に問われます。これができない人は苦しんでしまうケースも結構あると思います。これは日本全体もそうです。学校もそうです。組織の中も同じことが言えます。ですからタイトカルチャーの、メンバーの一人として、自分はどういう軸で生きていきたいか。自分のカルチャースケープならぬライフスケープをどう構成していきたいか。これを考えることが実はリーダーシップとイコールでもあったりします。で、当然カルチャースケープは悪いものではありません。どの国にもどの文化にも今までも話しましたようにあるわけです。ただ、リーダーという人はその中で自分の思いに従って取捨選択をして生きていきます。さもなければ、実は何百年も前に生きていたような人たちの価値観に基づいてあなたは生きているかもしれない。例えば日本では儒教というものがあります。何百年前に中国から導入された、思想体系と言っていいと思います。
これいい側面もそうでもない側面もあったりします。もしも自分で生き方を選ばなければ、もしかしたら何百年も前に、あるいは何千年も前に生きて、その価値体系を作った人のその考えに従ってあなたは生きているかもしれません。それはもったいないと私は思います。ですので、リーダーシップ道場に生きるということは、ある意味、文化の縛りから自分を解放するということでもあったりすると思います。その中で選択眼を持って自分の軸を立てて生きるという。これがリーダーシップ道場の一つの大事な主導でもあります。それをどうしたらいいかということは、これから身体、感、心、体、人間関係、そして社会という4つのフィールドを行き来しながら、いろいろな角度から、時にはゲストを招いて一緒に考えていきたいと思います。このリーダーシップ道場は、Apple Podcast や Spotify でお聞きいただけますし、YouTube では映像としてもご覧いただけます。リーダーシップ道場は世界、特にグローバルサウスの恵まれないリーダーを応援する、そんな活動とも連動しております。そのためマンスリーサポーターの制度も用意しておりますので、もしもご関心でしたら、ぜひ概要欄をご覧いただきたいと思います。それでは、今日はここまで。また次のリーダーシップ道場でぜひお会いしたいと思います。